まさか自分がお相撲さんになるとは思わなかったです。琴奨菊関がいなかったら相撲見てなかったかもしれないですね。本当に同じ体重なのに顔は痩せ細ってるし、体はガリガリになってますしみたいな。一つでも多く白星を挙げれた時っていうのはやっぱ何事にも変えられないなんか嬉しさはありますね。普通の人が味わえないことをやらせていただいているので、本当に全てが思い出ですね。お疲れ様でございます。お疲れ様です。お疲れ様でございます。稽古を終えて、はい。ここは一体どこですか？文京区にある東京ドーム水道橋あたりです。なぜここに？今日は知り合いにチケットいただいて、野球を見に行きます。大好きな野球ですね。はい、大好きな野球です。チケットいただいたので、はい、行ってきます。ちなみにどこ対どこの？今日は巨人対広島東洋カープ。なるほど。はい。じゃあちょっと向かいながら、はい、その野球について聞かせてください。お願いします。お願いします。好きな球団とかあるんですか？僕はそうですね。好きな球団っていうより野球がシンプルに好きなので、見たいっていうかその現地で、テレビでもいいんですけど、やっぱり球場に来る雰囲気がやっぱ違うので。すごく好きです。なんか選手とかはあるんですか？じゃあ好きな選手みたいな。そうですね。見に行ってこの選手いいなと思う選手、その各球団にやっぱ一人二人はいるんで、その選手が好きです。今日は巨人と広島ですけど、はい、その推し選手みたいな。推しですか？いやー、そこまで別にないんですけどそこまで別にないっていうのは失礼なんですけど、その行ってやっぱり選手も体大きいですし、やっぱそういうのを見るのがやっぱ生で見るのが好きですね。なるほど。はい。野球だってやられてたんですか？野球やってました、昔。お相撲さんと違った体の使い方っていうか、やっぱなんかすごく勉強になるじゃないですけど、やっぱ野球選手って結構細く見られがちなんですけど、やっぱ間近で会うと結構大きいんで、すごく勉強になりますね。そのチームに好きな人がいるんで。なるほど。今日は全く関係ないヤクルトだったら、ヤクルトの奥川選手最近応援して、そうですね。広島カープだったら栗林選手だったりとか、そうですね。みんな僕は応援してます。誰っていうのじゃなくて、もうその野球自体が好きみたいなことですね。そうですそうです。誰かじゃなくてみたいな。お相撲さんを応援するのと一緒じゃないですか。この子頑張って、例えば見に来てこの子頑張ってほしいなって思う人に応援したりするじゃないですか。それと同じような感じだと思います。今時間で言ったら、3時ぐらいですけど。そうですね。僕練習が好きで、試合っていうより練習見たいんで。ガチじゃないですか。なんていうんですか、試合この前とか寒すぎて2回ぐらいで帰っちゃったんで、2回表ぐらいで帰っちゃったんで、なんで練習をがっちり見たい。練習、その動きあるじゃないですか。それが好きなんで、練習見たいんで、早く開場したと同時ぐらいに入ります。ドームの前着きましたけども、これからは何かするんですか？そうですね。まだ時間が早いので、ちょっとグッズでも見て時間潰そうかなと思います。なるほど。で、時間が来たら中に入って野球見てきます。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。まずちょっとグッズですか？そうです。買うことはないんですけど、あんまり。ただ見るだけ。チケット見せたらタオルもらいました。タオル？タオルです。巨人のタオルみたいです。オレンジ色のもらいました。じゃあもうそろそろ時間なので中に入りたいと思います。いってらっしゃいませ。それでは行ってきます。
さよなら。大竹部屋チャンネル。じゃあということで、外も暗くなったので、はい、部屋の方にそうですね。今帰ってきました。はい、戻ってきたんですけども、はい、で浴衣をちょっとそうですね、汗かいちゃったんで買いました。ちょっと緑色のはい、部屋の色系ですね。はい、はい、ここからはちょっとはい酒井さんのはいちょっと人生についていろいろはいどんな人生を送ってきたかとかはい聞かせてもらえればなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。まず酒井さんはどちらの出身ですか？僕は福岡県の、宮山市というところです。自然豊かなところの、福岡県で言ったら福岡県をイメージしてもらったらキノコの形してるんですけど、それの持ち手の部分、下の柄の部分ですね、イメージしていただいたら下の方、福岡の下の方です。生まれた時からやっぱ体大きかったんですか？いや、そんなことなかったと思いますね。幼稚園ぐらいの写真見てたら結構ガリガリっていうか、はい、まだ痩せてたみたいです。ご家族はどんな感じなんですか？家族は、じいちゃんばあちゃん、じいちゃん亡くなっちゃったんですけど、お父さんお母さん妹6人家族でした。子供の頃は。結構じゃ大家族といいますか、そうですね。大家族、でもそうですね、家族多かったですね。兄弟とは仲良かったですか？いやー、そんなことはなかったですね。そんなことないんですか？一緒に遊んでたりとかは？いや、そんなことないですね。僕と全然性格が違うんで、はい。前動画の中で、はい、家でいろいろ農家みたいな感じでそうですね、言ってましたけど、はい、だから家は米も作ったり、実家は材木屋、建具屋なんですけど、サッシとかそういう家を建てたりとかそういうのもやってるんですけど、その田んぼも持ってたりしたんで、その田んぼでお酒作るためのお米作ったりとか、あと畑もあったので畑で野菜作ったりとか、いろいろそういうこともやってましたね。お手伝いとかしてたんですか？いや、お手伝いっていうか、お客さんやっぱじいちゃんばあちゃん両親は仕事一緒に出てたりしてるんで、やっぱり家にお客さんが来たりする時はそうですね、お茶出したりとかそういうことぐらいしか手伝いって言われる手伝いはやってないですね。対応っていうか、お客さん対応っていうか、そういうのぐらいですね。電話取ったりとか、そういう仕事に直結するじゃないですけど、そういうのは子供ながらにやってました。どんな子でした？ちっちゃい頃は。いやー、どうなんですかね、自分では分からないんですけど、どういう子って言われると難しいですね。でも結構活発だったと思います、はい、活発な方だったと思いますけど。その頃から、小さい頃から相撲はお好きだったんですか？僕相撲と触れ合う機会がなくて、はい、子供の頃野球やってたので、はい、で野球やってて、そうですね、相撲はちょっとついてたら見るっていうぐらいで。それはご家族が好きだったとかはあるんですか？いや、そういうのも子供の頃そのお客さん、実家の方の仕事のお客様が升席のチケットくれて九州場所を子供の頃見に行ってた記憶はあります。じゃあ本当に5歳ぐらい、5、6歳とか、はい、小学校最初の方も行ってたんですかね。すごいなと思って、やっぱり魅了されるじゃないですか。その頃は全く分からなかったんですけど、面白かったイメージはあります。じゃあもうその頃に別にお相撲さんになりたいとかっていうふうには思ってなかったんですか？到底思ってなかったですね。その後に野球に熱中して野球やってましたし、はい、お相撲、まさか自分がお相撲さんになるとは思わなかったです。じゃあ相撲に触れたきっかけはそのお客さんがそうですね、一番最初は小学生とか幼稚園の頃連れて行ってもらったりしてチケットいただいて行ってた。で野球やって
で高校生になった頃に隣町、僕宮山市の隣町って柳川市ってとこなんですけど、そこって雲龍型のはい、横綱雲龍型の雲龍さんが、雲龍関がもう出身も柳川なんですよ。で僕が高校生の時に大関琴奨菊関が、琴奨菊関も柳川出身でその時ちょうど大関に上がられた年だったんですよ。僕がその興味持ち始めた時が、かっこいいなと思って、隣町のスーパースターで、それでお相撲さんで裸一貫でそう言って町を挙げてみんなに応援してもらえるってなんか素晴らしいことだなと思って興味持ちましそれはなんかやっぱその琴奨菊関た。はい、がきっかけだったってことなんですか？そうですね。琴奨菊関がいなかったら相撲見てなかったかもしれないですね。本当にもう地元ではやっぱりもう琴奨菊関って言ったらもうスーパースターでも、子供ながらに見ててすごいなと思って、最初は全然分かんなかったんですけど、やっぱりこうちょっとずつ知るにつれてすごい方なんだなっていうのが分かって、そうですね、逆に短すぎて皆さんたちが最初分からなかったんですけど、やっぱもうどんどん触れ合うっていうか、その自分で調べていくことにすごい方なんだなと思いました。それまでそのやっぱり相撲の経験とかはなかった全くですね。んですよね。はい。じゃあもう本当にそこでやっぱその地元のスーパースター知ってそうですね。かっこいいなってなって、はい、もう周りの皆さんたちがもう盛り上げて応援されてたので、やっぱ帰ってくるともうね、やっぱりこうネットニュースになるぐらい、テレビでも取り上げられてるぐらいの方なので、いやすごいなと思って見てたのが一番最初ですね。なるほど。はい。じゃあそこからじゃあもう相撲やりたいって思ったその一歩踏み出すわけじゃないですか。そのかっこいいなっていうところから自分もやってみたいって思うわけじゃないですか。そうですね。自分もこの体を生かせる仕事っていうのがお相撲さんやってみたいなと思って、実家の家業を継ぐってなってもそれは別に辞めてからでもできるのかなって思ったのがあって、お相撲さんは今しかできないなと思ってお相撲さんやってみたいなと思ってやりました。ただでもやっぱその生半可な気持ちではできないなと思ってたので、そうですね。じゃあ高校を、卒業して、はい、大嶽部屋に入門しました。そう大嶽部屋をこう選んだ理由とかってあるんですか？昔、テレビが密着されてた大嶽部屋で、たまたまそのニュースを見てたら大嶽部屋が映って、この部屋入門したいなと思って大嶽部屋に入門しました。それこそその琴奨菊関の佐渡ヶ嶽部屋にこう入門したいなとかは思わなかったんですか？最初そう思ったんですけど、僕その時ちょっと人数が多いのがちょっと僕苦手だったので、それで大嶽部屋見て大嶽部屋がいいなと思って入門しました。なるほどなるほど。じゃあ本当に完全未経験の状態でそうです。入門して、はい、その時身長体重ってどのくらいだったんですか？175センチの100キロちょっと104キロぐらいでしたね。でも104キロだったんですけど、その時はまだ肥満児っていうかぽっちゃり型の104キロだったので、体重は1年後に体重測ったら変わってないんですけどガリガリになってました。もやしみたいに。その写真が昔たまたまあって見てたんですけど、同じ体重なのに顔は痩せ細ってるし、体はガリガリになってますしみたいな。体重同じなんですよ。やっぱりそのお相撲さんってね、こうなんか脂肪だけがついてるわけじゃないじゃないですか、決して。そうですね。筋肉量の方がこう重視されるというか、だからそのお相撲さんだからその最初余分な脂肪を1年間で取り除いたんだなと思って、そこからはもう食べても太らないですし、全然こう筋肉がついてる感じもしなかったんですけど、でもやっぱりこう徐々にその映像を見るとちょっとずつやっぱり2キロでも3キロでも1年間ちょっとずつ大きくなってるんですよね。最初はもう稽古ついていくのが必死だったので、最初の1年間はもう何もわからない
状態からスタートして、初めての団体生活ですし、でお相撲さんって地方に年間3回行くので、行って帰ってきてで2回と考えれば年に6回引っ越しするようなことを煮出しして、向こうで寝るところを準備して、キッチン準備し、ちゃんこ番準備してみたいな、いろいろそういうのもやったりしてるので、年に6回引っ越してるんだなっていうのを考えたりすると、すごい世界に入ったなと思ったんですけど、まあ1年間があっという間に過ぎていくっていうのも本当にお相撲さんっていうことをしてるんだなっていう実感しましたね。入ってみて一番じゃあこの苦労したこととかって何ですか、その最初のうち。やっぱ稽古についていくことですね。それもそうですし、団体生活する上でやっぱりいろんな方とうまくコミュニケーションを取っていかなきゃいけないですし、やっぱり土俵上ではライバルかもしれないですけど、団体生活にするってなったらやっぱり同じ釜の飯食ってる仲間なので、まあそういうところが最初は苦労じゃないですけど、ちょっといろいろ大変だったなと思いますけど、まず稽古ですね。でも未経験で入ってもう稽古についていくのがもう必死で、もう力も全然ないですし、今思えばよく耐えたなって思いますけど、結構勇気必要だったんじゃないですか、だから僕入門することを知ってるのは本当に両親だけしか言ってなかったので、やっぱり実家が商売してる建前、やっぱりそういう話って例えば辞めて帰ってきたとかなったらやっぱり話広まるの早いと思ったので、いや別に覚悟を持って入門したんで、そんな生半可な気持ちで帰ることはなかったと思うんですけど、それが半年1年2年3年月日が経つにつれて話がやっぱり広まってじゃないですけど、やっぱり新聞に載ったり地元の力士で新聞に載ったりすると、やっぱりちょっとずつ話が広がっていくんでしょうね。僕一昨年九州帰った時に、部屋から帰ってた時に駅からタクシーに乗ったんですよ。そしたらタクシーの運転手さんが「この辺お相撲さんの実家があるらしいですよ」って言われたんですよ。それ僕ん家だったんですよ。いや僕ん家なんですけどねと思って、いやちゃんとした力士の格好で乗ってたんで、私服とかじゃなかったので、お相撲さんが出てるらしいですよって言われて、それ僕ん家なんだけどなと思いつつ、言わなかったんですか。いやまあ一応言ったんですけど、女性のドライバーさんだったんで、まあそこまで僕が言わずにそんな話が勝手に広まってるっていうのはびっくりしましたね。でも嬉しいですよね、やっぱ嬉しかったですね。やっぱそれを夢見てじゃないですけど、その姿を見て、その相撲ね、お相撲さんになろうって決意されたと思うんで、まさかそこまでね、僕番付も上がってないですし、そんなちょっと強くはなれなかったですけど、やっぱりそうやって地元、町を挙げて声かけてくださったりとか、そうやって応援してくださるっていうのは本当にありがたいことだ、宝物ですね、それは。角界に入って、もちろんそれこそ勝負の世界なわけじゃないですか。そこでなんだろうな、苦労することとかっていっぱいあるじゃないですか。やっぱそれこそもちろん強くならなくちゃいけないものですし、それ負けるのはもちろん悔しいですけど、でも負けるのも悔しいですけど、やっぱ勝った時の喜びっていうのはやっぱやってる人しかわからないと思うので、負けが込んでてもやっぱり勝つと、それがやっぱり本当に嬉しいんですよね。その一瞬のために、一瞬って言い方おかしいですけど、その7日間とか、僕たちは7日間しかないので、7日間のために稽古してきて、やっぱその一つでも多く白星を挙げれた時っていうのは、やっぱ何事にも変えられないなんか嬉しさはありますね。なんか思い出に残ってる場所とかあります？いや、思い出に残ってる場所っていうとでも全部がもう思い出というか宝物なんで、本当に全てです。でも僕は、先代の親方の時に入門して、で今親方が変わって、今の親方、新しい親方が来てくださって、その初めての場所で勝ち越せたっていうのは
嬉しかったですね。やっぱり普通のお相撲さんってこう普通のお相撲さんって言い方悪いですけど、師匠がやっぱり引退する自分たちが引退する時、大体普通一人の師匠で終わることがほとんどだと思うんですけど、僕はその先代の師匠が定年だったので定年退職でされて、新しい親方が今の大竹親方が来てくださって、2人の親方を経験することができたっていうことは本当にありがたいことですし、普通の人が味わえないことをやらせていただいているので、本当に全てが思い出ですね。新屋敷さんとはやっぱお二人仲いいすごいイメージがあるんですよ。今でこそ仲いいと思うんですけど、はい、昔はそんなに話さなかったですし、やっぱりこうお互い子供だったと思うんで、今はもう普通に仲良くお互いが頼り合ってやってるんですけど、昔は本当にこう僕も子供だったんで、ちょっとぶつかってることはないんですけど、あんまり話したりすることはなかったですね。それをこう公に言うのはなんか恥ずかしいんですけどね。はい、喧嘩とか別にしてるわけではないけど。別に喧嘩とか全くしてないですけど、全然あんまり話してなかったっていうのは、ありました。でも今は普通に話しますし、いろんなことも相談しますし、12年間一緒にいますからね。長いですよね。12年って長いですよね。そうですね、12年。小学校6年生、0歳の子が小学校6年生ですからね。そうですよね。どんな印象でした新屋敷さんは。新屋敷さんですか。はい、そうですね、まっすぐな男だなと思って見てました。ちょっとやっぱ職人っていう感じですよね。やっぱこうテレビでも取り上げられてるように、やっぱこうまっすぐ何でもいろんなことに対してまっすぐやられてるんだなと思って新弟子の頃から見てました。酒井さんまで言ったら、じゃあ上から3番目の兄弟子ってことで、どんどんこう下も入ってきたわけじゃないですか。今で言ったらその研修生の宮川さんまで、それこそその皆さんが入ってきた時、やっぱこう兄弟子として、こうなんか思い出とか。そうですね、思い出、みんな思い出あるんですけど、そうですね、教えてたっていうか、そんな厳しいこともあんま言ってたっていう自負も全くないので、虎鉄ですかね、思い出あるとすれば。須崎はもう昔から小学生ぐらいから知ってたので、いろいろ相撲界のことも分かってる、分かってたっていうか、多少のなりとも知識は入ってたと思うんで、無道法はもうそれも実家が相撲部屋なので、大震会も相撲やってたので、その多少なりとも相撲部屋の、高校も寮生活でしたし、そういうの分かっている虎鉄ですよね。やっぱこう新弟子の頃から虎鉄は僕は結構印象に残ってますね。なんでその思い入れ深いかっていうと、虎鉄が大阪に入門するときに僕五郎さんと一緒に虎鉄を迎えに行ったんですよ、近くの駅まで。でそこで初対面というか、そこで迎えに行って、そんな多くを喋らない子だったので、虎鉄君も。でそうですね、それから新弟子の頃から着物の着方とか一緒にやったりとかで、こういう風にするんだよって教えてて、で回し毎日巻いてたのが印象的ですね。回しお願いしていいですかって言われて巻いてて、やっぱりその、自分より弟弟子がこう入ってくると、自分自身の気持ちとかも変わったりする。そうですね、やっぱりこう自分もちゃんとしないとって思いますね。ちゃんとしないと、ちゃんとするのはもちろんのことなんですけど、やっぱりこう間違ったことを教えてはいけないなっていうか、そういうのがあります。なるほど。今日の日まで振り返って大竹部屋どうですか？いや楽しかったですね。いろんなこともありましたけど、
それ苦しいことだ稽古で勝てなかったりする時もやっぱその日常生活でやっぱその気分が落ち込んじゃったりする時もありましたけど、でももう12年間あっという間に駆け抜けていった日々だったなと思います。楽しかったです。幸せですね。それにつきます。今場所で、はい、引退なされるということで、はい、最後のはい場所ですけど、はい、まあ怪我しないように、怪我しちゃったらもう元も子もないと思うんで、怪我せずに最後まであと7番取り切れたらなと思います。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。